こんにちは。おがんこ美容健康チャンネルです。今日も見てくださってありがとうございます。股関節が悪く、手術を勧められてから幾年月、だまし手術をしないで過ごしているおがんこです。どうぞよろしくお願いいたします。今回は、私って骨盤歪んでる？腰痛、膝痛、首肩背中のこり、気化起こシリーズと題してお送りしたいと思います。私の骨盤、歪んでますか？この質問は本当にたくさんの方に聞かれます。皆さん、気になっておられるのです。聞かれましたのでお答えしますシリーズ、略して気化起こシリーズは、ご質問ご要望にガンガン答えていこうというシリーズです。コメント欄でご質問などいただけると嬉しいです。では、骨盤が歪んでいるかどうか、この質問に私は何と答えるでしょうか？歪んでいます。もちろん、お客様のお体の歪みを確認させていただき、詳細をお伝えします。今まで大なり小なりの違いはありましても、歪みのないお客様はおられませんでした。肩こりや腰痛などの不調を抱える方で、歪みのない方はおられません。もともと人の体は左右対称ではないのです。顔一つとっても黄金比と言われる目鼻立ちがとてももてはやされ、それを手に入れる美容整形が存在するのです。一つしかない内臓も多いですし、冷えやこり、運動不足、歩き癖など、骨盤が歪む理由はいくつでもあります。顎と骨盤は連動しているようにも思います。モデルさんなど仕事として常に左右の体バランスを管理し続けている人以外、大なり小なり歪んでいると言えるでしょう。放置すれば不調をきたすほどの歪みに至ってしまいます。腰が痛い、膝が痛い、太ももの外側が痛い、疲れやすい、歩きにくい、歩くのが億劫になる、冷える、指先がしびれる、左右の脚長が違う、スムーズに歩けない跛行という症状、筋肉のこりや衰えが起こりやすく、尿漏れ、などなど、男性より女性の方に尿漏れが多い原因の一つに骨盤の形があります。長年の腰痛に悩み、手術をしたにもかかわらず痛みが続くという症例が実はとても多いです。手術をし損なのかどうかはわかりませんが、私は骨盤が原因じゃないかと思っています。腰が悪いから骨盤が歪んだのか、骨盤が歪んだ結果腰痛になったのか、ケースバイケースだと思いますが、骨盤の歪みは前後に傾き、上下左右に歪み、さらにねじれる。またそれらが組み合わさった複雑なものもあります。腰という字は肉付きに要と書きます。要というのは扇子の中骨を束ねる留め具のことです。扇子の扇面を開いたり閉じたりするために欠かせない留め具。これが不調だと扇は使い物になりません。日本語の文字には一つ一つに意味がありますが、そういった体の大切な留め具が腰という位置づけです。実は私は骨盤こそが人体の要であり、影の大番長、ボスを倒した後に現れる裏ボスであると感じています。
腰が悪いと診断されて、セカンドオピニオンで股関節が悪いと診断され、結果、股関節の手術をされ、快適に歩けるようになった方もあります。私はそういったことに非常に興味があります。ある時私は病棟看護師として廊下を走っていました。患者さんに不安を感じさせないように、焦っているとは悟られないように急げと教育されました。看護師はとても忙しく、いつも小走りでした。それが突然ポクンとなりました。急に脳からの指令が途切れたように足に力が入らない状態。力が急に抜けたような膝カックンならぬ股関節ポクンとでも言いましょうか。幸いその時は転倒することはありませんでしたが、時々起こるようになりました。それなのに忙しさにかまけて放置した結果、私は股関節の手術をした方がいいと言われるまでに悪化してしまいました。今ではトレンデレンブルグ兆候陽性で、トレンデレンブルグ跛行、トレンデレンブルグ歩行と言われる特徴的な歩き方をしています。それは体を揺らしながら歩く状態で、疲れやすく、疲れてくるとさらに顕著になります。これは中殿筋というお尻側にある筋肉の弱りや股関節周辺の強いこり、股関節の異常などが原因で起こります。お医者様から赤ちゃんの頃、先天性股関節脱臼の集団検診では見過ごされる程度の軽い亜脱臼があったのかもしれないと言われました。高校生の頃、先天性股関節脱臼、いわゆる仙骨脱の治療を受けたという同級生があって、体を揺らしながら歩いていました。その人は、大人になったら歩けなくなる可能性が高いと言われたと話してくれたことを思い出しました。股関節はとても大切です。今は集団検診の精度も上がり、治療も進化していると聞いていますが、昔は見過ごされた症例もあったようです。トレンデレンブルグ歩行ってどんな感じでしょうか。まずは健康な歩行から。右足を上げて前に振り出す間、左足で立つ。次に右足の着地とともに左足を上げて前に振り出す間、右足で立つ。こんな風に歩行というものは交互に片足立ちを繰り返して前に進んでいます。そしてトレンデレンブルグ歩行の場合、骨盤の様子も合わせてご覧ください。右側が観測、つまり悪い方とします。健足、つまり良い方の足である左足で片足立ちになった時には変化がないのですが、悪い方の右足で片足立ちをした際に骨盤の左側が下がります。歩くたびに骨盤が上下に揺れ、体も揺れて無駄なエネルギーを消費するためにとても疲れやすいです。そして疲れれば疲れるほどこの揺れが大きくなってしまいます。その結果、先ほどの中殿筋に加えて腰包茎筋を中心にコリコリ。足は痛いし足が上がらなくなり階段がつらい。腰は痛いし背中こり、肩こり、首こりと全身に影響が出ます。私の場合、あまりに右側のこりがきついので内臓の病気かもと思ったくらいですが、内臓は異常なしでした。
ひとまず安心です。あなたも似たような症状ありませんか？どうか骨盤のずれを放置しないでくださいね。股関節の手術が必要と言われて長い時間が過ぎましたが、今もだましだまし、なんとか手術をせず過ごしています。体を必死で温めて、超冷え性から冷え性にまで改善しました。体温も上がりました。中殿筋を鍛える運動をした方がいいとは思うけれど、続かないし、頑張ると股関節が痛くなってしまいます。ストレッチとか、ゆらゆら体操、尊虚の姿勢をするなど、可能な範囲で悪化しないように努めています。人生100歳時代と言われます。最低でもあと20年は元気で歩ける自分でありたいと思います。さらに20年後の自分を見据えながら焦らずコツコツと続けていきます。あなたはどんな自分でありたいですか？20年後も元気で歩く自分でありたい。ということで、今回はこれでお開きとさせていただきます。お役に立てましたでしょうか？楽しんでいただけましたでしょうか？いいねボタン、チャンネル登録ボタン、ポチッとよろしくお願いいたします。ポチッと押していただけると嬉しいです。コメントも心よりお待ちしております。最後までご覧いただきありがとうございました。さらに若々しく美しく元気で楽しくなられますように。